メタン、大変なのだ。ネットでお試し500円を頼んだら毎月届くようになったのだ。あら、それ典型的なダークパターン。ちょうど今日本でも規制が動き出したところよ。ダークパターン、なんだかかっこいい名前なのだ。全然かっこよくないわ。今日は2026年8月24日に消費者庁が公表した中間取りまとめ案を読み解いていくわよ。ダークパターンっていうのはサイトの表示や UI、つまりユーザーインターフェースの設計で消費者の判断を歪める手法のことよ。OECD 経済協力開発機構は2022年の文書でこう定義しているわ。消費者を誘導し、欺き、強要し、または操って多くの場合、消費者の最善の利益とはならない選択を消費者に行わせるもの。要するにうっかり損する方を選ばせる罠なのだ。そういうことで、しかもオンラインだと低コストで実施できて、届く消費者の規模も桁違い。だから被害の可能性が際立って大きいの。なるほど。店頭の売り込みと違って24時間365日何百万人にも仕掛けられるのだ。そこで消費者庁よ、2026年8月24日デジタル取引特定商取引法等検討会の第8回会合で中間取りまとめ案が示されたわ。ポイントは3つ。1つ、ダークパターンに包括的な規律を設ける。2つ、解約妨害を違法行為として規律する。3つ、特定商取引法の改正を視野に入れているということ。特商法の改正なのだ。いつからなのだ。消費者庁は来年の通常国会への法案提出を目指しているわ。だからまだ案の段階でも方向性はかなりはっきりしてきたわね。まず敵を知りましょう。 OECD はダークパターンを7つのカテゴリーに整理しているの。1つ目、行為の強制。特定の機能を使うために個人情報の開示などを強制的にやらせるもの。2つ目、インターフェース干渉。事業者にとって好都合な行為に特権を与える。情報の一部を不明瞭にしたり、好都合な選択肢を事前選択したりね。メルマガ受け取るのチェックが最初から入ってるやつなのだ。3つ目、必要な繰り返し。事業者にとって好都合な行為を行うよう何度も繰り返し要請すること。4つ目、妨害。ある行為を断念させる意図で必要な範囲を超えて行為を困難にすること。解約ボタンがどこにもないやつなのだ。5つ目、こっそり。消費者の決定に関する情報を隠す、偽装する、後出しする。購入直前での負担増や隠れ定期購入ね。6つ目、社会的証明。他の消費者の行動を見せて決めさせる。虚偽や誤解を招く場合があるわ。7つ目、緊急性。実際のあるいは虚偽の時間的量的な制限を課して希少性に関する経験則を悪用するもの。カウントダウンタイマーとか在庫わずかとかね。あと3個で出ると焦って買っちゃうのだ。その焦らせること自体が設計されてるのよ。消費者庁の資料にはもっと具体的な事例も載っているわ。5つ見ていきましょう。パターン1、インターフェース干渉とこっそりの合わせ技。手数料の記載が太字の段落に挟まれた太字じゃない箇条書きの中に申し込み手続きの後半にうずもれるように置かれている。モバイルだと前払い料金や受取総額の情報がおよそ4回スクロールしないと出てこないケースもあったそうよ。4回スクロール、絶対見ないのだ。そして購入回数のお約束はありませんと広告に書きながら、実際は定期購入契約、利用規約の中に普通の注意力では気づけない形で書いてあるの。パターン2、社会的証明。この商品を閲覧している人は他に20名いますという表示が実は虚偽だった事例があるわ。体験談の写真に小さくイメージです、個人の感想ですと書いてあるのもこの類型として挙げられているわね。あの小さい文字読ませる気がないのだ。パターン3、緊急性。お急ぎくださいとカウントダウンが出る。でも時間切れになっても価格は変わらない。ページを開き直すとまた最初からカウントが始まる。ずるいのだ。パターン4、必要な繰り返し。カートに
勝手にオプションの保険が勧められて断って進もうとするとまたウィンドウが出る。しかも購入に進むには私は全リスクを負いますというボタンを押さないといけない。これドイツの裁判所の2025年2月の判決で扱われた実例よ。全リスクを負いますで押したくないのだ。押させないための文言だものね。パターン5、キャンセル困難。電話もメールもサポートフォームも一切受け付けない。ウェブ上の見つけにくくて長くて分かりづらい解約手順だけを強制する。最初の画面には解約という言葉が一切ない。途中には特別アップグレードオファーが出てきて続けるボタンを押さないと解約が進まない。まるでオファーの手続きを続けるように見えるようにね。解約したいのに続ける押すのだ。混乱するのだ。じゃあどう規制するのか。中間取りまとめ案は取引の場面ごとに対応を整理しているわ。まず広告場面、ここが今回の目玉ね。基本的な方向性として個別の手法をあらかじめ列挙し尽くすのは困難だと認めているの。だから変化の速さにも柔軟に対応できる一定程度包括的な規律を検討すべきとしているわ。包括的、ざっくり広く網をかけるのだ。そう。でもそれだけだと事業者が萎縮するでしょう。だから解放例やガイドラインで違法なパターン、つまりブラックリストと適法なパターンを示して明確化するとセットになっているの。規律の対象は大きく3つ。1つ目、契約の革新的な要素、支払い金額、違約金を含むわね。それに分量、契約期間。これらについて一般的な消費者が通常の注意を持ってみた場合に正確かつ容易に認識できない虚偽、不明瞭な表示や UI は誤認を招く表示として起立する。2つ目、口コミ、利用状況、在庫情報、タイムセールといった商品の性能や内容に関連する情報、その内容が虚偽である表示、UI も対象。3つ目、操作の反復や威迫的な文言を使って消費者に迷惑を覚えさせたり、不安を生じさせたりして申し込みをさせようとする表示、UI、これを攻撃的な表示として起立するの。攻撃的な表示、戦ってるみたいなのだ。実際、消費者は攻撃されてるようなものよ。それと、広告なのに広告と判別しづらい表示ね。これは禁止するか、広告である旨の明示を求めるべき、としているわ。ステマ規制と近い話なのだ。そう、景品表示法のステルスマーケティング規制との関係も踏まえつつ、と書かれているわね。次に契約場面、2021年、令和3年の特商法改正で最終確認画面の表示義務ができたけど、定期購入の相談はまだ高水準なの。相談の中身が変わってきていてね、定期購入だとは分かっていても、定期縛りなし、いつでも解約可能という表示で、解約条件を誤認する事例が増えているわ。いつでも解約可能って書いてあったら信じちゃうのだ。それと、アップセル、最終確認画面の前後で、より有利に見える条件を出して高額なプランへ意に反して誘導する手法ね。対応としては最終確認画面での支払い総額の表示を義務付ける。それと取引条件をバラバラに分けて見せる分離表示の禁止。注文確定後に内容を変更させる場合は変更前後の内容を対象させて変更箇所の明示を義務付けるべきとしているわ。さらに契約内容を記載した電子書面等を注文完了後、私体なくメール等で交付することを義務付けるべきとも書かれているの。手元に証拠が残るようになるのだ。そう、ネット取引には書面交付義務がないから、後で誤認したと言っても立証が難しかったのよ。そして解約場面、ここが今回の大きなニュースね。解約手続きを不当に遅延させる行為。契約手続きに比べて合理的な理由なく過度に複雑な解約手続きを課す行為、これらを違法行為として規律の対象とすべきとしているわ。やったのだ。申し込みは3クリックなのに解約は電話だけみたいなのが違法になるのだ。釣り合っているかが判断の軸ね。もう一つ、返品特約の乱用も対象よ。商品が届かない、注文と違うものが来た、不良品だった、こういう時は民法上の解除権があるのに、返品特約を理由に
一律で拒否する事例があるの。申し出について社会通念上通常必要とされる確認をしないまま権利が存在しないと告げる行為を新たに行政処分の対象にすべきとしているわ。もう一つ大事な論点があるわ。SNS のチャットを使った勧誘よ。今の特商法だと通信販売は直接の圧力を受けずに意思決定する取引という位置づけなの。だから勧誘行為そのものへの規律がないのよ。でも今は DM でガンガン売り込んでくるのだ。そうなの。だから中間取りまとめ案ではスマホや PC の画面を通じた特定の相手方に対する双方向のやり取りのための文字情報等の送信をチャット等と定義して、事業者からチャットで勧誘を開始する場合や勧誘目的を告げずにあるいは著しく有利な条件を提示して消費者からチャットを始めさせる場合を規律の対象にすべきとしているわ。不実告知や威迫困惑行為の禁止、断ったのに別アカウントで再勧誘するのも禁止、そして書面を受け取った日から8日間のクーリングオフ。通販なのにクーリングオフができるのだ。不意打ち性が高い勧誘があった場合はね、電話勧誘販売と同じ性質だという整理よ。通信手段の違いのみを理由として消費者保護の水準が低下することは適当ではないとはっきり書いてあるわ。あとはウェブで無料体験モニター募集と表示して店舗に呼び出すケース、これもアポイントメントセールスの一類型として訪問販売の規制対象にすべきとされているわ。プラットフォーム側への対応も入っているの。特商法違反の誇大広告について消費者庁が広告や SNS のプラットフォーム提供者に削除やアカウント停止を要請できるようにする。その代わり要請に従って対応した事業者は販売業者との関係で損害賠償責任を免責されるという規定を設ける方向ね。協力しても訴えられないって保証があれば動きやすいのだ。もっとも検討会では慎重な意見も多かったわ。表現の自由は極めて重く保護されている。ハードローで強制できないことをソフトローで事実上強制してはならないとかね。規制しすぎても良くないのだ。難しいのだ。そうね。案自体も健全な取引により消費者が得られる利便性を最大限に確保しつつ悪質な取引に焦点を当てて対応を強化するとバランスを強調しているわ。あと AI エージェント経由の取引や AI を使ったターゲティング広告ダークパターンについても今後の検討が必要という指摘が出ているそうよ。 AI が人間を騙す時代が来るのだ。じゃあまとめましょうか。一つ、消費者庁がダークパターンに包括的な規律を検討。違法パターンはガイドラインでブラックリスト化。二つ、最終確認画面で支払い総額の表示を義務化。分離表示は禁止。アップセルは変更箇所の明示が必要。三つ、不当な解約妨害が違法に申し込みと解約の難易度の釣り合いが問われるわ。四つ、チャット勧誘に電話勧誘販売並みの規律。8日間のクーリングオフも。5つ、来年の通常国会への法案提出を目指す。まだ中間取りまとめの案の段階だから今後変わる可能性もあるわ。ずんだもんもこれからはお試しの文字を見たら一度スクロールして確認するのだ。それが一番の防御ね。それと申し込む前に解約方法を確認しておくこと。これ覚えておいて損はないわよ。なるほどなのだ。みんなも気をつけるのだ。最後にお知らせなのだ。フードデリバリーのロケットナウずんだもんも使ってるのだ。招待コード MRNMWDEG を入れると1000円もらえるわよ。概要欄のリンクからどうぞ。チャンネル登録と高評価もよろしくなのだ。バイバイなのだ。